あ、いたいた。あ、でかっ。でか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 。ゆっくり行ってこい。頼むぞ、うなぎ。おくとくとくとく、おくとくとくとく。おくとくとく。よいしょ。あこれでかい、これでかい。これほんまでかい。はい、こんにちは。少子も漁師浜湯です。ミミズの季節がやってきました。違うわ、うなぎの季節がやってきました。で、今日はですね、家の裏山でミミズを掘って、どうにかしてうなぎを釣るか穴子かごで取るかやっていきたいと思います。それじゃあ掘っていきましょう。レッツゴー。ミミズを早速ね、砂掘って見ていきます。で、ゴミがたくさん落ちてますが、僕が掘ったゴミではありません。ご留意ください。よし、じゃあミミズ探すぜ。落ち葉の下とかにいそうですね。ただ石がめちゃくちゃ多いから掘りにくいんですよ。いないな。あんま深く掘ってもいないと思うんだけどな。あ、いたいた。あ、でかっ。でか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 。めっちゃでかい。早い早い。はい、1匹目ミミズゲット。ポテで、ここにもミミズが入っていってますね。うわ、出てきた。ぬるって。はい、じゃあ2匹目。はい、じゃあ主観で見ていきましょう。よいしょよいしょ。ミミズってね、臭いんですよね。ミミズの匂いすごい苦手で、雨の日とかにね、土の上に絨毯みたいなの引いとくと、雨止んでめくるとね、めちゃくちゃミミズ溜まってることあります。あ、いた。3匹目。お、いた。4匹目。山ほどいる。で、こういう落ち葉のとこにもいるんですよね。あ、いた。やっぱりほらほらほら、でかい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 。お、またここにもいたじゃん。へい、2匹一気にゲット。よいしょ。はい、というわけで30分ほど採取してこれだけ取れました。石がちょっと混ざってるんですけど、なかなかの量ですね。ミミズですよ、これ。うなぎのいい餌で、これを土入れて翌日まで生かしておきます。元気でね、おやすみと思ったけど、今日団子作ります。今回はですね、ミミズをすりつぶして団子を作って、それでうなぎを取るという超絶面白企画です。はい、じゃあ団子作っていきます。ミミズをまず潰してぐじぐじと。うなぎとか穴子とかはね、餌の匂いに寄ってくるんで、こうやって匂いを出してあげます。で、団子にするために片栗粉加えます。だいぶ団子になる。で、うなぎってミミズでもよく食うんですけど、やっぱりね、うなぎがそこに生息しているものを食べるんで、そこに生息しているものを取って釣りをしても OK ですね。シャコエビとかその川で取れたら、そのシャコエビとかだったらめっちゃ魚というかうなぎが食うらしいです。水分が多いな。これまだ固まらないぞ。じゃあ片栗粉追加です。おお、だいぶ団子チック。まあそうだ。よし、じゃあ固めるぜ。すげえ、ミミズとは思えない団子ができました。ちょっと匂ってみましょう。嫌なミミズの匂いですね。とりあえず早速これをうなぎがよく取れる場所仕掛けに行きたいと思います。で、ちょっと片栗粉入れすぎちゃってあれなったんで揉みます。ミミズ 100% ハンバーグです。しっかり空気抜かないとね、ハンバーグだから。よし、 OK。 はい、じゃあエンジンかけて後ろ外して、それじゃあ出港します。よろしく。で、うなぎって今の時期、産卵か分かんないんですけど、やっぱうなぎはね、川に多くいます。たまにね、海にもいるんですけど、というわけで川にやってきたんで、どっか仕掛けていきます。じゃあまずカゴを2つ用意しました。はい、じゃあ団子1個を2つに分けて、ほんで固めます。で、穴子のこの中入れて、で閉じる。で、つけてちょっと溶けそうにないか見てみます。あ、いけますね。じゃあ川のこの石がいっぱいあるところの近くに落としていきます。ゆっくり行ってこい。頼むぞ、うなぎ。ここもね、小さいうなぎを何匹か取ったことあります。じゃあちょっと移動します。はい、じゃあ次は僕がね、1キロのうなぎを、海うなぎっていうのかな、取ったことある場所です。高松の市場でかなりの高値で売れました。ただそれ以外取ったことないから取れるか心配ですけど。じゃあこれも団子入れて、で沈めておきます。はい、じゃあ今日の夜中繰りに行きます。はい、若干寝坊してしまいましたけど、果たしてうなぎが入っているのか見ていきたいと思います。ゴミがすごいですね。エンジンがゴミ吸わないように早く上げて帰ります。さあ、果たして入っているのか。
何もない。壊れたのか溶けた感じですね。ミミズの残りがはちょっとある。いや、これはちょっと期待できないですね。次のもまあ移動して見てみましょう。さあ2個目上げていきましょう。溶けてたからないないかも。小魚がつついて食べるのかもしれないですね。何もいない。団子は残ってるけど何も入ってなかった。はい、じゃあ残念ながらうなぎは入っていませんでした。アナゴカゴ10年ぐらいやってますけど、それでも10匹取ってないぐらいなんで、もともとアナゴカゴには入りにくいんですけど、ミミズがもったいなかったかもしれないけど、これもまた一つやっぱそれでも入らないという一つの経験ですよね。でもうちょっとぬくくなってから同じようにミミズ掘って次釣りしたいと思います。それじゃあ真夏まで See you next time。はい、あれから1ヶ月ぐらい経過しました。もう8月過ぎとなっております。で実験としてミミズ団子でやってみたんですがダメだったということで、今回またミミズを取ってきたので、それで釣りに行こうと思います。もう何気にね、うなぎ釣り初めてなんで楽しみです。ただ釣るだけじゃつまんないんで、お酒釣れるかな。それでは世界一狭い海峡、ドブチ海峡のところに来ました。でそこの先っぽでちょっとやってみようと思います。ちなみにこっちは川で、あっちは海峡なんで海ですね。ちょうど交わるところで、ミミズは山でいいドバミミズを取ってきました。でこっち1個取ってつけていきます。でつけ方は調べたところ、頭から刺さずに途中から刺してで入れると息がいいそうです。これで OK で、1個橋のとこ狙います。これで置いておきましょう。でもう1本触ります。で1個はこのドブチ海峡の方にやります。それじゃあ2本できたんで、これで待ちたいと思います。はい、ただ待つだけじゃ暇なんで酒持ってきました。こちらすだち酒ですね。今日ね撮影ですだち使って、すだちがうますぎて飲みたくなりました。でこちらアイスコーヒーのやつ。でここに炭酸入れます。 OK、 いただきます。正直ね釣れる気がしないんで、多分動画はボツになると思います。ボツになったら皆さんとお会いすることはありません。ボツになってない、投稿されたということは、いや釣れない間に高火力のすだち酒ロックで飲んでたらちょっと効きましたね。酔いました。全然釣れないですね。帰ります。はい、じゃあ諦めきれずとある場所にやってきました。今回はですね、こちら電気浮きをつけていきたいと思います。これ回して反対にすると電気がつきます。これで OK で、先っぽには新鮮なミミズですね。で今回はこちらの川でやっていきます。もうすでに1本はそこに仕掛けているので、ここだな。これで OK、2本仕掛けてあとは待ちます。で今日も酒を飲みます。ちなみにここ運でですね、めちゃくちゃ痛いです。はい、じゃあ2本目レモンサワー。釣りの方はまだ反応がありません。ちょっと明るいんでしょうか。いたいた、うなぎだ、うなぎいました。ちっちゃい。はい、じゃあ戻ってきました。なんだあいつ、なんか変な動きしてね。来てんじゃね。なんか来てるなんか来てる。来てる。重たい。取れた。亀っぽかったな。うなぎ泳いでるのいたから戻ってきた頃にはいると思ったのに。これちょっとミミズつけ直してもう一回やります。でもう一本も餌取られてないか見ます。大丈夫だ。待つか。はい、じゃあさっきのポイント釣れないんで別のポイント落とします。でまた待つ。全然釣れないよ。ちょっともう全然釣れないんで、うなぎを見つけたとこにうなぎの目の前に落としてみます。さっきここら辺で見つけたんですよね。いたでかっ。食えうなぎです。すげえやったあんなんでいいの？あんな見えてていいの？ありがとうございます。というわけで1本いただきました。
めっちゃ嬉しい。よし、じゃあ生かしていきますか。これ鍋に水道水入れてきたんで、この中入れて、で糸切ります。血が出てるからもしかしたら死ぬかもしれない。とりあえずこれで生かしておきましょう。で水温が高いからちょっと氷入れておきましょう。いやマジ嬉しい。めっちゃいい方よ。いや僕もうね釣れないから帰ろうかなと思ったんですよ。で氷ちょっと入れておきます。めっちゃ血が出よるな。大丈夫かな。はい、じゃあまた実物探して釣りたいと思います。めちゃくちゃ嬉しかったね。いるかな。おで今日は花火だ。すごいな。僕は花火より完全うなぎの方が興味ありますね。いる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 、一匹いる。でかいでかい、いいうなぎだ。なんでだ、食え食え。あ、くた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 。すげえ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 。うわすげえ。やった、2匹目でっか。いいうなぎだ。めっちゃ丸まってる。これ以上は丸まらせないぞ。さあ僕ももっと探していこう。ナイス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 。よっしゃ。いやー小ぶりだけどやったぜ。こんな釣れるとは思わなかったな。うわー血で染まってる。オッケー。よし、じゃあ3匹取れたぜ。帰りましょう。いやーよかった、大量です。最高。よいしょ。はい、じゃあ3つのうなぎをゲットしました。うわめっちゃみんな息がいいじゃん。最高。やっぱめっちゃ綺麗な川で取れたうなぎじゃないんで、ちょっと匂いがね絶対残ってるんですよ。でうなぎは3つの泥抜きの方法があって、1つは水槽とかそういう中でこうしっかりね抜く方法とか、水道水の中っていうか水道水垂れっぱなしで抜いていく方法で、もう1個がですね、うなぎはねこの皮膚呼吸ができるので、水をねあえてこの顔いっぱいにつけるんじゃなくて半分ぐらいでちょっと氷加えます。もう水道がほんま今温泉みたいな熱さで、これで3日間生かしておこうと思います。いやー美味しくなってくれよ。でクーラーは3日間つけっぱなしです。うまいもん食うために仕方がない。それじゃあ3日後へレッツゴー。はい、ではうなぎの太郎とジローが死んでしまいましたので、今日はね玉ですくっていきたいと思います。うわーすごいジャングルだ。すごいな。虫も光に寄ってくる。飲み込みそう。なんか飲み込んだ。うわ気持ち悪い。手長か。早い早い早い、めっちゃ早い。取れた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 。手長エビ取れた。うわすげえすげえ。感動ありがとう。こういうもんうなぎは食ってんだろうな。まさかのうなぎ発見しました。さあ取ってみましょう。取れるんかな玉で。逃げた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 。早っ。一瞬でいなくなった。どこ行ったんやろ。いやまさか普通にいるとはね。うなぎ発見です。さあ玉を構えて、次は上からかぶせてみましょう。よいしょ。ダメだ、逆方向に逃げた。もう逃げてる。入っていった入っていった。やった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 入っていったぞ自分から。じゃあ1匹目捕獲。よいしょ。くそカメラに集中してたら逃がしちゃった。さあ次は浅瀬ゾーンに来ました。うなぎはいるのかな。ちなみにご近所さんの迷惑にならないように小声で喋っておりますね。うわこっち行くのちょっと大変だな。さあいました。ちょっとちっちゃいかな。あれこれ葉っぱやんけめっちゃ似てるやんけ。これはなんかいい筒が落ちてんじゃん。これ片方蓋して片方足で持ち上げてみよう。いないじゃんけ。いたいたいた。でかい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 。これでかいこれでかいこれでかい。これほんまでかい。これマジでかい。これ逃げちゃった。わ見失ったかもしれない。めっちゃでかかったのに。くそくそでかかったのに。絹発見。捕まえた。ここは完全に汽水域ですね。海水と交わるところ。入った。
なんか逃げる。やった。以上無事に巨大ウナギゲットです。じゃあ帰って海に行かしたいと思います。どすこい。はい、じゃあ港へ帰ってきました。こちらじゃじゃーん。生きてる？生きてるね。豆腐の中へ入れていきます。元気元気。ほんまにこれめちゃくちゃでかいよ。で蓋をして逃げないように縛って、よし。でこれ海の中生かしときます。綺麗になってこいよ。よし。じゃあこれで1週間後へシュッ。はい、じゃああれから5日間経ちました。うなぎの匂いが抜けているのか、早速揚げて見ていきましょう。生きててくれよ。よいしょ。よいしょ。お、生きてんね。はい、じゃあうなぎを取り出していきます。よいしょ。で、皮の匂いがしてたらもうちょっと生かします。臭くないんじゃないでしょうか。はい、じゃあ白い葉っぱにうなぎ入れて、そしてこれに氷を入れて締めていきます。でこれで氷締めしていきます。本当はね、締めないのがうなぎには一番いいんですけど、生きた状態でさばくのなんて僕には絶対無理なので、一旦ね締めて動きを封じさせてもらいましょう。それじゃあ家に持って帰ってさばきます。はい、というわけで事務所へやってきました。というわけでドン。はい、というわけでしっかり氷で締まりました。こちら見事なうなぎ、もうここもね締めて血抜きしております。ではこちらをまな板へ置いて、で今日はですね、この頑張って取って生かした川うなぎをうな重で食いたいと思います。風邪だから元気つけたいです。レッツゴー。それじゃあまずうなぎの観察をしていきましょう。うなぎはですね、全体的にこのようにヌメヌメとしてます。それとですね、皮膚呼吸ができるんで、このね陸の状態でも1週間近くは生きます。それからやっぱこの横のヒレが丸いのが特徴ですね。これ可愛らしいですよね。でずーっと下まで行くと、この尻尾もね丸いんですよ。うわ、まだ動いてるな。これすごい生命力なんですよね。もっと氷締めしっかりしないと、多分ねさばいてる途中こうやってビカーンって浮いてくるんですよ。これがね非常に難しいです。でうなぎの名前の由来なんですが、このように胸とかお腹が黄色いことから胸木、胸木からうなぎになったとか、それからですね、鵜飼いで鳥の鵜がうなぎを飲み込むの。うなぎなぎ、うがなぎ、うなぎうなぎうなぎっていう感じでね、うが難儀したということでうなぎになったとも言われております。面白いですね。それじゃあさばいていきます。まずですね、目打ちといって、この目になんか尖ったものを刺して、でトントンと固定します。この子ほんとすごい生命力で、うなぎの頭の水を飲むよっていう言葉があるようにね、こうやって切っても水を飲むような仕草をするぐらい、もう死にそうで死なないくらいの例えができるぐらいの強さですね。すごいです。じゃあ早速さばいていきます。多分動きますよ。骨の上包丁入れていって、あ、ほらめっちゃ動く。わ、これ俺には絶対まだ無理かも。もうなんとか押さえながら、こう伸ばしながらねさばいていきます。うわ、もうちょっと締めときたいですね。でうなぎはね日本で昔から食われていたんですけど、当時はねこのようにかば焼きじゃなくてぶつ切りにして串焼きで食ってたそうです。で今のうなぎのスタイルができたのは、なんか醤油ができて、こういう開く技術とかができてから今のうなぎのスタイルになったと言われております。だから値段も安くて、当時はそばとね値段は変わらなかったみたいです。で端ギリギリまでいったんで、ちょっと抜いてこっち移動します。でこっちさばいていきます。プロの人はシューっていくけど、あんなの無理だからね。すごいね、あの人たち。浮く力強い。よし、これでもう落とします。こっちこは無理。ここ綺麗に開いていきます。身がめっちゃ綺麗ですね。あの皮で取ったとは思えない。こんだけ開いてもまだ動きますからね。ほら、皮まで切らんように開いていくのがめっちゃ大変です。これ生きたままさばく人いますからね、ほんとすごいですね。ほら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 。でもう一回目打ちに戻して、で先この内臓を取っていきます。ポリポリと。よいしょ。
で、うなぎの内臓が取れました。で、これがうなぎの肝ですね。肝をね、刺して串でもう食べれるみたいですが、今日はやめておきましょう。で、これが胆のうですね。はい、じゃあ次、ここにね、骨があるんで、この骨を取っていきます。ただこれめっちゃ動くんで、すんげえ難儀すると思います。じゃあ、ここ骨入れて、取っていきます。こいつ身が浮くからね、気をつけないとめっちゃ身を取っちゃいます。あ、うまくいけそう。あ、いけてるいけてる。力いっぱい下に押さえながらやったら案外取れてます。よし、いけ。よし、最後まで。よっしゃー。はい、これで骨が取れました。身もそんな残っていません。はい、じゃあ次、ここのヒレを取っていきます。切れ込み入れて、持ち手を作ってピーッと。ミスった。ちょっと身入っちゃった。OK。で、頭を落として、で、腹骨周りをこそぎます。でかすぎてこそげない。なんかプロの人はここら辺切れ込み入れてこそいでましたね。はい、というわけでめちゃくちゃうまくさばけました。なんかすんごい脂乗ってそうですね。で、最後に裏返してちょっとぬめりだけこそげときます。はい、これで綺麗に洗いましたらこれ洗います。はい、じゃあ綺麗に身が洗えました。それじゃあね、重箱の大きさに切っていきます。で、重箱って確か重ね箱って意味だったんだと思うんですけど、なんかね、うなぎの重箱っていううなぎ屋さんがあって、そこからね、発祥とも言われてるみたいなのを見たんですけど、どれが正解かは分かりません。で、うなぎの血にはですね、イクシオトキシンっていう毒が入ってるんですけど、これタンパク質毒なんで、60度以上で5分加熱すれば何の問題もありません。それじゃあ3つできました。まあ正確には4つ。はい、じゃあ串に刺していきます。ちなみに串刺しは初めてでございます。なんか身の真ん中に刺すらしいですね。で、確かね、何だったかな、さばき1年、串3年、焼き一生だったかな。なんかうなぎ屋さんの修行でそういう言葉もあるぐらいうなぎは奥が深いんでしょうね。めちゃむずいっすもん。どうしても下飛び出ちゃうじゃん。うまいじゃん。で、2個目はね、ちょっとずつ全体刺していかないと入っていかないんで、いや、僕のやり方が多分悪いだけなんですけどね。はい、こんな感じでうまくさせました。完璧ですね。で、関東風はですね、これを蒸してふわふわにするんですけど、今回そのまま焼く関西風でいきます。これ炭は用意しておいたんで広げていきます。いい感じやね、炭も。じゃあ網を引いて、じゃあ皮目から焼いていきます。どっちから焼くのが正しいかちょっとわかんないです。はい、いらっしゃいいらっしゃい。創業5分、伝統のうなぎ屋浜湯、いらっしゃい。浜湯しか勝たん。そんなことはない。はい、じゃあ返していきます。いい感じだ。はい、じゃあ作っておいたタレを塗っていきます。うわー、いい香り。本当はジュブってつけたいんですけどね、さすがにもったいない。うわ、タレにめちゃくちゃ脂乗ってる。これはもう絶品だ。うまそう。いい感じ。はい、じゃあ最後に高火力で一気にパリパリに仕上げます。はい、それじゃあめちゃくちゃいい感じに焼けました。完璧。はい、じゃあ串から抜いていきます。いい感じ。はい、じゃあお重箱にご飯を敷き詰めて、そしたら米にタレをかけていきます。これだけでご飯食えるよ。ここにうなぎを乗せて、思ったよりね縮んじゃったんで幅が全然足りないですけど、まあ美味しそう。よいしょ。うわ、贅沢だ。で、最後にもう一度タレをかけます。で、ちょっと三つ葉と山椒がないので代わりにしそを刻んだのをちょっとのせます。はい、というわけで完成しました。浜湯特製小豆島のうなぎを使ったうな重、めっちゃうまそう。それじゃあ小通り。はい、というわけで完成しました浜湯特製うな重です。それじゃあおたけよ、ニョロニョロニョロ始めようか。はい、それではいただきます。いやー、この企画に1週間以上ね合計でかかってるんで感慨深いですね。お酒がないと始まらないじゃないか。でね、僕梅酒をねつけてたんですよ。これ隣のねおばあちゃん、お姉さんってことにしておきましょうにね、いつも魚持って行ってるんで、
なんか梅くれたんですよ。やっぱ田舎なんで梅育ててる人結構多くてですね、その梅で漬けた梅酒なんですけど、めっちゃうまいんですよね、これ。隣のおばあちゃんとおじいさん、ご老夫婦に感謝感激雨嵐。じゃあすくって、ほら、いい色でしょ、これ。で、グラスに入れていきます。もうソーダないからロックです。はい、こんな感じです。はい、それではご近所さんの梅酒タイム。乾杯。うまい。それじゃあ開けていきましょう。オープン。いいね、めちゃくちゃうまそうです。じゃあ早速割っていきましょう。これ皮めっちゃ硬い。あんだけバリバリに焼いたのにすんごい音鳴ってる。ちょっと切れないんでハサミで切ります。で、断面図はこんな感じです。まずこのままいただいちゃおう。それじゃあいただきます。なんだこれ。うまいんですけど、身の部分よりぐじぐじとした柔らかい身のみたいな部分があって、身自体はめっちゃうまいんですけど、その身のみたいなところの主張がすごい。皮も美味しいです、普通に。この身のはなんじゃ。じゃあ次ご飯と食べてみましょう。じゃあいただきます。うわー、身の主張が強い。なんなんやろこの部位。うまいんですけど、僕の想像してるそのうなぎの食感と違いすぎて、ちょっともう一枚の方先に食べてみます。火の通りが甘いのかな。身の主張がすごいんですよ。やっぱりね、ちゃんとしたものって言ったらあれですけど、うなぎどころで取れたうなぎとはなんか違うなっていう、そっちの方が正直に美味しいです。これはこれでこういう魚だと思えばうまいですね。うなぎを想像して食うからいけない。はい、じゃあちょっとトースターでもうちょっと火通してみました。食ってみます。この身の以外ね、やっぱ身はうまいな。うまいけども旨味は少ないです。やっぱこのね、身と身の真ん中のここにね、やっぱ身のがあります。油の筋か分かんないですけど。というわけで、あとはゆるりといただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。うなぎを取ってね、もうすごい楽しかったです。で、海で生かしてさばいて食うって感じなんですけど、正直なところ、味は普通にスーパーで売ってるうなぎとかね、すき家の牛丼とかのうなぎでも十分ね、そっちの方が美味しいなと思いました。これもね、結局取れる場所とか、個体によるサイズとか、個体の油の量とか、いろいろ原因はあると思いますけれども、普通に美味しいので、この後もいただきたいと思います。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. Bye bye. にょろアルチューナギ。